はい、というわけでお久しぶりの株ネタでございました。非常に間が空いてしまいましたが、忙しかったっていう言い訳もあるんですが、何よりもついつい優柔不断になってしまうというか、設計を決めきれない、デザインを決めきれないみたいなところでですね、時間を費やしてしまっていて、株の動画がなかなか進捗がない、そんな状況です。はい。で、進捗がない上に今回の動画は部品を1個作ったという動画になります。内容薄くてごめんなさい。はい。1個作ったと言ってもですね、動画外で別の部品も作っておりますが、簡単なので走らせていただきました。フロントフォークのね、ボトムブラケットとかって呼ばれるような部分になるかなと思います。株に合わせて作りました。そして今回、岩田ツールさんに、ワンオフのエンドミルを作っていただきました。ケロのわがままを聞いていただきまして作ったエンドミルとなっております。岩田ツールの社長さんがですね、うちの工房にちょっと遊びに行きたいみたいなねいう感じでですね、遊びに来ていただきまして、その時の様子がこちらなんてことで。毎度岩田ツールです。社長、何しに来たんですか？いや、ちょっと工具売り込みに来ました。絶対嘘でしょ。いや、ちょっとコロナで仕事ないんで。メーカーの社長がこんな工房に売り込み来ないでしょ。いや、結構よく行ってましたよ。最近あんまり行ってないですけども買ってください。絶対嘘。はい、というわけで、はい、岩田社長が遊びに来ました。はい、初めて来ました。はい、ちょっと来たかったんですけどね。うち何も見るものですけどね。いや、ちょっとこのちっちゃいね、卓上の機械、本当に見たかったんで。この、千葉市場さんの。そう、ね、今こんなん買えるんね。買えますね。意外とお小遣いでは無理かもしれないですけどちょっと気合い入れれば買えますよね。はい、いや、ちょっとすごい気になってたんで見に来ました。あんまり刃物僕使ってたとでそんなに理論的には詳しくないんで、ちょっと聞きたいこともちょっとあるんですけど。エンドミル？エンドミルですね。いや、うちドリル屋ですから。ドリル屋いや、なんとかやりますよ。なんとかやります。はい。ちょっと相談したいと思います。はい。この機械なんですけど、やっぱりこのサイズ感なんで、ちょっと合成がなくて。でも思いのほかしっかりしてそうだけどね、これ。なんなんですかね、僕がマシニング工として8年ぐらい勤めてたんで、厳しい条件を要求しすぎてるのかもしれないですけど、卓上機にそれは違うみたいなのあるかもしれないですけど、なんか微妙な振動が起きるんで、フィットした刃物じゃないんですよ。マシニングで進化してきた刃物を使ってるんで。だからそんなに負荷は本当はかけちゃいけない。で、粗取りにめちゃくちゃ時間かかるんですよ。粗加工に。アルミでも鉄でも。なんで、このフィットしたやつが。ちょっと削ってるとこ見てみないと。見てみます。なんとも。で、ちょっと準備します。ちょっと雰囲気で削らせていただきますが。6割。出てますね。この感じです、この感じ。こんなもんでよろしいですか？もうちょいいってもうちょいいきます。刃物は全然余裕やと思うんですけど。こんな感じでしょうか。これ X に送ってるけど、ビビリは Y 方向に出てるね。本当ですか？Y 方向出てます？切り子の動きが完全に Y 方向に振動してるから。そういう感じでした。そうですね。全然知らなかったですね。Y 方向に動いてました、切り子が。いや、こっち方向に振動してる。という感じでございますね。ちょっと切削の負荷をともかく抑え込むっていうのをやってみたいですね。岩田ツール社長の見学がどういう展開になるのかっていうのはちょっと分かんないですけど先に言っときます。ドリル屋です。なんか急に遊びに来たんでね、別にこれなんとかしてくれっていう企画ではないんで、後ほど共有したいと思います。はい、お願いします。お願いします。といった感じでですね、
私のですね、悩み事をちょっと聞いていただきました。そして、このラフィングエンドミルが誕生したということになっております。まあ、今頃、岩田ツールさんのチャンネルで、その制作の打ち合わせとか、制作の様子とかの動画も上がっているはずなので、概要欄のリンクを、見ていただければと思います。興味のある方はね。で、ここで大雑把に説明いたしますと、こうしてほしいといった要点は、ラフィングエンドミルであること。実際に加工できる波長は 1.5D とかで十分だと。ただし、首逃がしを行うことによって加工深さは 5D 欲しいと言いました。どうせね、50mm の波長があったとしても、合成的に使い切れないから波長は短くていいけど、深いところまで加工したいっていうケロのわがままを要望しました。私が要求したのはそれだけなんですけど、岩田社長、先ほどの映像を見ていただいた通り、切削抵抗を減らしてあげた方が機械にはいいよねと。合成がそれほど高くない機械だからということで、こちらのエンドミル、ちょっと特殊な波形状を採用したということになっております。そこら辺は、岩田ツールさんのチャンネルで見てみてください。特許を取れるかもみたいなことをおっしゃってましたので、歯のアップを取るとかっていうのができない。で、私から見る限りですね、何が特許になるのかが正直わからない。正直わからないんですが、どうやら特許を取れるかもしれない。かもしれない。ということで、そんな話も進んでおりますと。で、使ってみた感想なんですが、バイクに例えるならば、2ストローク車のようなちょっとピーキーな特性となっております。というのもですね、あんまりね、送りを遅くするとすごくビビりやすい印象を受けました。もうあらゆるテストを済ませて、世に出された量産品とは違うワンオフのエンドミルとなっておりますので、評価はですね、そんなに量産品のものと比べてみたいな感じのことはできないんですが、印象として言えるのは、現時点でもなかなかいいエンドミルかなと思います。粗取りで言いますと、アルミの粗取りで言いますと、今のところトータイムさんのラフィングエンドミルで大雑把に粗取りの能力を調べたというかテストした動画、うちの CNC でですよ。うちの CNC でテストした動画によりますと、大体これぐらいが日常的に使える範囲かなっていう条件で設定した粗取り効率で 1.5 倍ぐらい加工しても、バンバン加工できると。主軸の減速もなく加工できるという風な感じですね。今のところ。ただし、送りを下げると結構ビビりやすい。なので、送りを結構高めにかけないと、キンキン言うてると。送りを上げるというか、刃当たり送りを上げると、ビビりが抑えられるっていう結構ピーキーな、もうバイクで言うと2ストロークのようなピーキーさが今のところ感じております。ここら辺の感想は岩田社長に伝えておりますので、もしかしたら改善したものが作られるかもしれないし、忙しいから作られないかもしれないし、という感じです。はい。その特殊な波形状、特許取れるんじゃねみたいな波形状のことは僕は何も言ってないですよ。言ってないですけど、その合成の低い機械でやるんやったらこっちの方がええんちゃうかっていうようなアイデアをねじ込んでくるあたりね、なんかエンジニアっぽい性格が出てますよね。で、そんな性格の人だからおそらくこれの改善バージョンもおそらく作るんじゃないのかなっていう予想です。はい。ちょっと組んでみましょうか。1個しかないけど。3D プリンターで試作しただけのことはあって簡単についたと、間違いはないという感じです。で、ほんの少し解説しておきますと、察しのいい視聴者さんはですね、
フロントのアクスルシャフトがもうこう前にね結構張り出してるんですよ。純正の位置だとここら辺かな、それがここら辺まで出ていることによって取れる量がおかしなことになってるぞと、まともにまっすぐ走らへんのじゃないのかっていうご指摘をいただいております。それはそれで全くもってその通りなんですけど、これはデザインのために出してるんですけど、これを出すためにステムシャフトの位置も前に出しております。純正のフロントフォークがここにあります。純正のフロントフォークのシャフトはここ見えてますよね。このフォークから若干見えているところにシャフトがあるんですけど、これを見ていただくとフォークの端から見えずに、このフォークのどっちかというとこっちの方にフロント側に寄っているのが見えると思います。ここでおかしくなったトレール量をここで辻褄合わせるようになっております。そういった感じで対策しているということになります。で、こちら側のねブレーキキャリパーの方も作ってフレーム切ってダブルウィッシュボーン化していくということになるんですが、ここのね溶接をちょっとミスってまして、ここのピッチがね違うんですよ。なので中古で買いました。やり直さんって言ってたんですけど、新しいのを買って、リベンジしてセンターに持ってきたいと思います。センターにっていうかホイールセンターは出てるんですけど、このフォークのねエンドの部分がちょっとこっちに行っちゃってるんで、それを修正したいと思います。修正じゃない、やり直したいと思います。はい、というわけで 3D プリンターで試作したものを実際にアルミで削り出してみたという感じになります。というわけでかなり遅いペースではありますが、株の動画も進行していきますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。